第2回目は、1、トマトの元肥には、みかんの皮。2、取れた作物を入れるのには、二重段ボール箱。3、さつまいも苗を日光から守る竹板についてお知らせします。みかんの皮は、良い肥料になります。食べた皮をちぎって干します。カリカリになれば出来上がりです。触れば乾燥具合がわかります。音も乾いた音がします。半月ぐらいでこのぐらい溜まりました。乾いた皮をミキサーで粉砕します。細かく砕いて地面に巻き、土と混ぜ合わせると分解が早くなります。効能としてトマトが美味しくなるようです。みかんの皮にあるリモネンがアブラムシなどを防ぐようです。また、ミミズも寄らなくなるようなので、ミミズを大事にされる方は、まかない方がいいようです。さつまいもを収穫して、これらの段ボール箱に入れて、保管しています。さつまいもは、重たいので、丈夫な箱が良いです。それには、段ボールが二重になっている、丈夫な箱がぴったりです。秋は、大きな果物がたくさん取れ、市場に出回ります。そのため、果物の重さに耐える強い二重段ボールを手に入れるチャンスです。リンゴだけでなく、梨やみかんも二重になった箱があります。私は、さつまいもを食べて、使った箱は、じゃがいもを入れるように使い回しします。かぼちゃなども入れるように、冬の間に二重段ボールの箱を集めておきます。発泡スチロールの容器は、夏にいいものがスーパーでいただけるので、スーパーに行くたびに探しておきます。買えば高いので、とても助かります。さつまいもを植えるときに、日光の高温から苗を守る竹の板です。このように使います。直射日光がマルチのシートに吸収され、高温になります。この熱いマルチに苗が触れると、やけどを起こし、枯れてしまいます。土をかける方法もありますが、風や雨で取れてしまうことがあるので、私はこの方法をとっています。竹を準備するのは冬が一番良いです。冬に伐採した竹は水分が少ないため、締まりが良く、質の良い竹材となります。重さがあるので、マルチを抑えるのにも活躍します。ご視聴ありがとうございます。お気に召しましたら、チャンネル登録、高評価をお願いいたします。